はいどうも、お料理のさん、りゅうじです。はい、ということでですね、今回ね、皆さん、どんとね、ありますよね、これね。赤ワインなんですけども、これね、ペルーナさんというところから、今回ですね、僕がいつもお酒飲んでるので、別にお酒を飲むチャンネルじゃないんですけど、これ料理チャンネルなんですけども、これをですね、もうベルーナさんから、いただきまして、はい。これですね、11本あるんですけども、一つのね、段ボールで来るんですけども、でそれがですね、この11本で5980円っていうですね、めちゃめちゃお値打ち価格のワインなんですけども、これね、ぜひ飲んで、味をね、ゆいさんに確かめてほしいっていうことを言われましたので、そこはですね、私、断るわけありませんね。このチャンネルで受けて立つということでですね、はい、今回は、こちらのワインをですね、楽しみながら、このですね、赤ワインたちに合うですね、今回は至高のビーフシチュー、これブルゴーニュ風のビーフシチューでございます。こちらですね、赤ワインをふんだんに使った、濃厚なシチューに赤ワインは絶対に合うだろうと、これはもう間違いないだろうということで、今回はですね、ちょっとね時間のかかる煮込み料理なので、ゆっくりですね、ワインを味わいながら楽しく料理をしていきたいと思います。はい、ということでですね、材料紹介いきたいと思います。ちょっとね、僕のチャンネルっぽくないものがいっぱいあるんですけども、いっぱいというか結構あるんですけども、まずですね、今日ビーフシチューなのでお肉です。でこちらがですね、牛バラです。牛のバラ肉で、ちょっと今回ブロックがあったのでブロックを買ってきました。お肉は牛バラじゃなくても牛肩ロースとか、すね肉でも大丈夫です。なんですけども、ビーフシチューなんで塊になってる方がいいかなと思います。それからなんかちょっと小分けのブロックになってるとかね。でお野菜なんですけども、玉ねぎ小さいサイズ2つ使います。400g ぐらいかな。はい、あとニンニクです。4かけ今回は使います。あとバターなんですけども、今回はですね 80g 使うんです。はい、これバターがね味の決め手なので、バターを使ってください。あとブラウンマッシュルーム、大体2パックあれば大丈夫です。はい、これもねすごく美味しいので、はい。あと赤ワイン、これね本当に安いやつで、大丈夫です。で今回飲んでくワインは飲んでもらいたいから、ワインは別のもの、スーパーで売ってるお値打ちのワインです。これ1本使います。で、今回は量が量なんで、だいたい 4,5 人前は余裕で取れる料理になってます。なのでご家庭で作る場合はこれだけ食べる方もいらっしゃると思いますが、半量とかでもできますから、はい、半量とかでもできますんで、そんな感じで大丈夫でございます。今日はちょっとなんかね、いいブロックがあったんで、だいたい 4,5 人前、この塊で作っていきます。はい、それではですね、まずはですね、楽しく料理をするためにですね、最初にやることがありますんで。で、今回はラギューナフランスワインですね、これね。で僕ね、あんまりみんなに言ってないんですけど、もともとねホテルマンなんですよ僕なので、もうね何百本もワインを開けてきたんですけど、ちょっと久々にやります。コツなんですけど、刺すところを寝かせて、このね真ん中からやるってホテル時代に先輩に教わったでこうやって、でここぐらいまで来たら一回こう引き出すんですよ。でそしたらもう一回入れて、で引くと、これ失敗したらどうしようかと思ったたまにねコルクがね途中で割れちゃうんですよこれね。てるちゃん、ありがとう。じゃあ飲んでいきたいと思います。お、すごい古いねこれが。うまいな。さっぱりしてますこれね、すごく。これね一番最初に飲むワインとしてはねすごくいいと思います。これはやる気が出ますねこれね。もうね勝ちが確定しましたので、早速作っていきたいと思います。じゃあですね、まず玉ねぎを切っていきます。こんな感じ。皮むいて、スライスをしていきたいと思います。はい、こんな感じですね。はい、疲れたのでご褒美をいただきます。早くしましたね。じゃあ次はですね、ニンニクを切っていきます。今日はね4かけ使いますので、こんな感じで、おけつを落としまして、この状態で潰してあげると皮がね全部剥きやすくなるんですね。芽はね取り除いてください。これね炒める時に苦味になりやすいので焦げて、はい、こんな感じですね。でそんなに細かくしなくてもいいんですけども、粗みじんぐらいで潰した状態でねスライスしていただければ結構です。はい、こんな感じですね。はい、マッシュルームを切っていきます。はい、マッシュルームはですねちょっと歯ごたえがあった方がいいので、4等分に
ください。これぐらいの大きさの方がいいと思います。この軸の部分なんですけど、食べれるので食べてください。一緒にねソテーするともう全然気になりませんので、汚れがあった時だけ取り除いてくださいね。はい、これでマッシュルーム完成です。本日ね主役ですね、バラ肉でございます。バラ肉はねただただ焼くとめちゃめちゃ硬いんですけど、煮込むとホロホロになるんですよ。なぜかというとゼラチン質と油がいっぱい入ってるからですね。まあ一口大にしていくんですけども、まあ適度な一口大、こんぐらいですかね。これぐらいだと煮込み時間はだいたい1時間ぐらい、1時間から1時間半ぐらいで、柔らかくなると思います。はい、それでもまあ結構大ぶりは大ぶりですけどね、これね。はい、できました。買ったプラに、移してでお肉ね下味つけますね。塩です。お塩まんべんなく振っていきます。はい、あれ胡椒ですね。はい、胡椒もまんべんなく振ってあげてください。なじませます。揉み込みますね。はい、小麦粉も振っていくんですよ。薄力粉ですね。はい、だいたいね大さじ3ぐらいかな。全体に肉の全体につけていきます。でこのね買ったねトレイでやるとね洗い物がね減りますのでね、これ一石二鳥ですね、これね。はい、こんな感じでございます。はい、ではですねフライパン持ちましたのでオリーブオイルを引いていきます。大体大さじ1ぐらいかな。はい、そうしましたら先ほどのお肉、はい、焼き目をつけていきますね。はい、ですね、こんな感じでね全体に焼き目をつけていきます。もううまそうな色だなおい。そしてこの肉の香りを楽しみながら、このね空にですね、この空にね飲んでいきます。これ好きだ。これめっちゃ美味しい。コクがある。これすごく美味しいって言ってる間にですね、肉もねいい感じになってきます。このままかぶりつきたいぐらいです。じゃあこれ焼き目つけたのでちょっとね移して牛のねうまみが残ったフライパンがありますね。ここにバターなんですけど、今回 80g あるうちの4分の1ですね、 20g はい入れます。でここにバター溶かしながらですね玉ねぎを、であとお塩を入れることによって玉ねぎに浸透圧が加わってね早くもうしなしなになるんです。で塩をなじませたらあんまりひっくり返さない、すぐ飴色になります。あとねごめんなさい、ここにニンニクも入れました。これねしっかり焼いていきます。そしてねニンニクとね玉ねぎがねバターの焼けた香りと相まってすごくねいい香りがしてくるんですよ。この香りを嗅ぎながら飲んでいきます。まだね外明るいんですよ。まだね外明るいんですよ。最高の気分です。最高の気分です。これね結構ね時間がかかるので休日とかね時間のある時にやっていただくのがすごくいいのかなっていう、時間がかかるといっても多分計、23時間あればできるかなっていう。下の方がねこんな感じで焦げてくる。この焦げがですねうまみの元になってる。だから焦げたら返してで置いといて、でまた下が焦げてくるんで焦げたらひっくり返してっていうのを繰り返していきます。でね多少こういう風に焦げても全然平気です。でカレーとかもそうなんですけど一部分だけ焦げても全く苦くないので臆することなく炒めちゃって大丈夫です。コンドール・アンディーノ、飲んでいきましょう。ずっしりくる。これはね肉ですね。そうこう置いてるうちね結構ね炒まってきますね。ここまで来たらあんまりやっちゃうと丸焦げになっちゃうので、これぐらいの焦げはね逆にねうまみになるので、これぐらいはもう全然平気です。これねもうかなりうまみと香りが備わってます。これそしたらですねさっき焼いた肉を戻して、ここにですね調味料を入れていくんですよ。まず赤ワインです。今回の量だと丸々1本いきます。でお水です。これ 100cc ぐらい。ペッパーの粗挽きを結構入れます。これぐらいかな。ですね、コンソメです。ちょっとね加減しますけども、大さじ1強ぐらいですかね。ここまで本格的にやってなんでコンソメ入れんだよっていう疑問もあるかもしれないですけど、本当はねフォンドボーを使うんですけど、フォンドボーはご家庭にないのでできるだけ家にあるものでやってます。これを入れて煮込んでいきます。
あとね、お塩も少し入れます。はい、味付けのためにね、はい、このまま蓋をせずワインの酸味を飛ばしていきます。だいたい30分ぐらいではですね、後で入れるマッシュルームをソテーしていきたいと思います。バターです4分の1です。 20g ですね。なんでこのマッシュルームを鍋に入れないかというと、マッシュルームに十分なバターを吸わせたいんですね。バターを吸ったマッシュルームってもう味うまいんですよ。マッシュルームでソテーして、後で煮込みに入れることによってものすごいうまいねマッシュルームが食べれるという。今回ねブラックマッシュを使ってるんですけども、ブラックマッシュのね香りが強いので僕使ってるんですけども、ホワイトマッシュルームでも全然平気です、はい、このねバターの海にこのマッシュルームダイブするんですね。はいで、ここでもね塩を少し、はい、で、ソテーしていきますね。はい、バターを、ね、吸わせたらもう大丈夫です。キノコってすごい油吸うんで、これぐらいね吸えたらもうこれはもう OK です。はい、はい、ではですねこちらがですね蓋をせず中火で20分から25分やったシチューがこれになりますね。これ分かりますか？この結構ねもうとろみがねかなりついてるんですよね。もうこの時点でシチューっぽいんですけども、ほぼ勝ちが確定したんですけども、ちょっとねシチューとしてはまだねなんかまろみがないので、ここで入れるのがお砂糖です。もしあればですね同量の蜂蜜の方がコクが出ますけども、お砂糖大さじ2杯ですね。小さじなので6杯入れますね。甘みを追加したらこの状態でですね蓋をしてさらにですね、中火でですね20分から25分ぐらい、はい、煮込んでいきます。今蓋をして弱中火ぐらいで20分煮込みました。で結構詰まってます。もう今もうビーフシチューで成立するぐらい詰まってるんで、ちょっとですねこれはお使いの鍋でも全然違ってくるんですけど、このままやっちゃうと下が焦げついちゃうかなって思うので、ちょっとこれ詰まりすぎちゃうなと思ったんで水をねちょっとね加えます。 50cc ぐらいで、これはですね皆さんのさじ加減でちょっとやってください。最終的にとろっとしたビーフシチューみたいな感じになれば OK ですので、絶対に焦げつかないようにしてほしいなと。でここにですね先ほどバターでソテーしたマッシュルームこれを入れていきます。でなんでこの時点で入れるかっていうと、あんまりマッシュルームで煮込んじゃうとちっちゃくなっちゃうんですよね。なのでこの時点で入れます。残りのバターです。残りのバター 40g ですね。これも入れていきます。今ね煮込み時間ね40分から50分ぐらいなんですけども、これだとまだねこの大きさのお肉だと少しね歯ごたえが残ってますんで、この状態であとですね20分だから合計1時間ですね。やっぱり合計1時間煮ていただきたいです。バターを溶かし込んだらこれでまた蓋をしてこの状態でまた20分ですね。ということですね、ラッセンです。これはあれですか、チリ産のワインですか？なるほど。僕はねこれすごい好きですね。45本飲んだけどこれすごい美味しいなと思いましたね。いただきます。味がすごいある。いやでもこれもめっちゃ美味しいです。あれから20分煮込んだ計1時間ですかね煮込んだビーフシチューがこちらです。いやこれ絶対うまいでしょ。とろみもねすごくビーフシチューになってます。これぐらいです。かなりとろっとしてます。もう自分で言うのなんですけど家で出るレベルではないと思います。肉ゴロゴロですけどね。で生クリームです。あればでいいです。これでもあった方がそれっぽくなるかな。パセリ少しですね真ん中に。それではですね至高のビーフシチューの完成でございます。はい、ということでですねできましたのでいただいていきたいと思います。これに合わせるのはですね、さっきシフォン飲ませていただいたんですけども、僕が一番うまいと思ったこれねタラにいい仕事だな。すいませんちょっとねテンション上がっちゃいましたね。本当美味しいよこれ。多分みんな好きじゃないかなっていうふうに思います。合わせていきたいなと思います。このビジュアルやばくない1時間煮込んだものいただきます。なんていうんですかね、サイアンドコーですね。マジでうまいです。とりあえず
自分の料理褒めてるんですから。ビーフシチューすげえうまいですこれ。こんなに美味しいビーフシチュー食べたことないですね。僕が好きなように作ってるんでそうなんですけど、もうねマッシュルームたまらない。ビーフもねすごくうまみが出てます。今回ね煮込み時間が1時間なんですけども、あとね30分ぐらい煮込んでいただくともっとねホロホロになると。でもこのままでも十分お肉の味がしてすっごく美味しい。ほんとうまい。でしかもねこれねワインとめちゃめちゃ逆に聞きたいけど、これワイン以外と何と合わせんのって感じですね。赤ワイン以外とやっぱりね赤ワインの香りと一緒に赤ワインをいただくとやっぱりねすごく合います。僕はね贅沢なんですけどビーフシチューをワインのおつまみとしてね食べてますけども、もしディナーとかでいただくんであればバターライスを添えていただいたり、ファイナンスで買ってきたパンをカリッと焼いて添えていただいたりしてものすごい美味しいんですけど、もしお酒が飲める方だったらぜひ試していただきたいですね。ほんとねこれね本当にうまいんだよね。僕若い時に結構いろんなレストラン回ったんですけど、うちが一番うまいかな。この濃厚なソース、これねルー使ってないんですよこれ。皆さん赤ワインのうまみがぎっさり濃縮されてるんです。ぜひねちょっとこう飲み口が芳醇なワインとこちらの僕の作るビーフシチュー合わせていただいて作っていただければすごく皆さんも満足していただけるんじゃないかなと思いますので、ぜひ皆さんベルーナさんのワインを飲みながらですね僕と乾杯しましょう。ということで本日はありがとうございました。